暑いもありがたいと思えばね、ちょっと柔らかくなる。自分の中がね、ヒマラヤなので。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は猛暑に負けない考え方についてお話をしていきます。ヨグマたちもいよいよ夏もはい、到来ということで、はい、どんどん暑くなってきてますが、そうですね。ヨグマたちは暑さに強いとか弱いとかありますか？いつも平常心なので、暑い時は暑いなりにね、楽しんでいるっていう感じで私はだいぶ前に生まれた人間なので、昔はクーラーもない時代、そういう時代も懐かしいんですけど、でなんか縁側出るのがあって、それなんかちょっと冷たい感じで、そこでゴロゴロ夏休みとか昼寝というかね、そんな感じで、また夜の涼しさとか、そういうね、そよ風の涼しさとか、ものすごい暑かったと思うんですけれども、当時もね、かき氷っていう、なんか今はそういうのだからその食べ物で体を冷やすみたいな、そういう方法だったんですけど、今はクーラーとかね、みんな外へ出るとコンクリートからわーっと熱気が来たりしてね。で、うちのスタッフとか会員さんもね、ヒマラヤシーダ瞑想してますから、もう暑さとかね、何も厭わないで、本当に平常心で苦しくないっていうかね。夏はね、汗をかくと冬風邪をひかないっていうかね、その時に細胞も活性化してね、新陳代謝が活発になって、そして老廃物を排除してね、きれいになる。あんまり汗かかないようにするとね、詰まっちゃうっていうかね、老廃物が蓄積してね、免疫力が低くなって自然の浄化作用が起きていると思うんですね。ただヨグマたち結構僕のイメージですけど、あんまり汗とかおかきにならないタイプなのかなと。そうなんですよね。全然体の分泌物がないというかあるんだと思うんですけれども、みんなサウナ行ってまでもかいたりしてますからね。私のエネルギーはワンネスになってるので、体の方とかね、心の方とかに平和なエネルギーが流れてるので、ストレスがないのでね、葛藤がないので、老廃物を備えてもう一生懸命出すっていう作業じゃなくて、中心に集まってるのかなって。瞑想を極めると体から老廃物も出なくなるっていうのを初めて聞きました。いや、老廃物出ないんじゃなくて作らない一緒じゃないですか。だから愛を持っているとね、心配だとかイライラ、特にイライラとかね、こんな暑くて嫌だって嫌ってるわけですよね。そこに葛藤がありますからね。だから老廃物が出るんじゃないかと。だからそういう葛藤がないとね、それを受け入れる。だから皆さんも受け入れて、暑さがあって新陳代謝が活発になって、夏ね、汗をかいて、それで冬に備える。僕とかは暑いとすぐなんかもう暑いなって感じでイライラしちゃったりするんですけど、ヨグマたちは暑くても寒くても外の天気とかで気持ちが揺れ動くことってないってことですか？そうですね。宇宙の中心にいるのでね、宇宙のそういう星占いみたいなものにも影響されない。都市伝説とか悪い噂とかそういうものにも影響されないっていうのありますよね。瞑想を続けることで、皆さんもそうなっていくんですよね。暑さとか寒さも、やっぱ自分の中心とか軸があれば、そうですね。それによって心がそういう価値観にね、振り回されないし、暑いのがあってもさらに暑いってそれを決めつけている心がね、暑いもありがたいと思えばね、ちょっと柔らかくなる。ちょっとまだまだ修行不足ですね。そうですね。ではどうすればその境地といいますか、修行していただくのが一番いいですけどね、そういうことも必要があって起きてることだからね。だからそれに感謝するっていうことは皆さん今できると思いますのでね、感謝してありがたいなと思って、これがあるからね、さらに健康で生きられるとかね、新陳代謝が活発になってね、で植物も育ってるし、宇宙全体のバランスで暑さっていうのも必要なのでね、また全部地球が冷えちゃって寒すぎるとね、困っちゃうじゃないですか。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒ
マラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。太陽に対する感謝が足りなかったのかなって。そうですね。暑いことも必要があっておね。天道様がね、エネルギーをそうです、いただいているのでね。確かにそう思うと暑くてイライラするという気持ちが少し和らぐ。そうですね。まあインドなんかはこう暑い国なんで、こう呼吸で蒸したりとかね、舌を操作してね、こう丸めてね、それでこう息を吸って吐くみたいのがあるんですよ。空気がこう細いところを通るとね、こうちょっとスピードがあると冷えるっていうかね。風通し的な。冷える。まあそういうのをヨギが発見してね、呼吸法があるのね。だからインドならではね。それはヨガの呼吸法みたいな。そうですね、一部ね、その体が熱いのを冷やすとかね。まあみんな前はほら氷を食べて冷やすとかね、熱が出たらここにね、冷やして、まあお腹なんかもね、火のエネルギーのところでまずちょっとお腹とここにねやると冷えるのかな。まあ暑い時にね、さらにあったかいものを食べると体が汗が出ていいんですけれども、まあみんな冷たい冷やし中華とかね。私の国はね、山梨県でね、前は冷麦っていうのを子供の時ね食べてました。冬はほうとう、そういうので、なんかそういうのがね、暑さ寒さこうね、自然なこう食生活とかね、まあ皆さん暑い時はスイカを食べるとかね。果物は体冷えちゃうのね。体弱い人はね、根菜類とかね、こうそういうのを体温めたり、根の方のもの温まる力がある、まあそういうバランスっていうのが必要なので、体質によってもね、やたら暑がる人も、冷え性の人はちょうどいいのかもしれないけど、でも冷房が肩に当たったりしてね、病気になっちゃう人もいたりして、あまり極端な冷房っていうのは良くないかもしれないんで。そうですね。ヨグマッタジはこういわゆるクーラーとか冷房とかもそんなに強くはつけない。弱くしてつけさせていただいていますけどね。今のヨグマタも忙しすぎてね、ヒマラヤとちょっと違う感じがありますけれど、でもまあ自分の中がねヒマラヤなので、だからそういうものに影響されない。ヒマラヤシッダー瞑想を行っているとですね、心に振り回されないでね、熱い熱いとかね、無心になって自分の価値観に振り回されないで、真ん中にいることができ、やがてね次第にそういうありがたいなっていう気持ちになって、平和な心になって、暑いのもいいし寒いのも OK みたいな感じになって生きやすくなりますのでね、皆さんもぜひね瞑想を始めていただきたいと思います。